どうもベニマルでございます。今回はストライモンの新しいフェイザーゼルザーを見てまいりましょう。フェイザーっていうと最近はもうマルチエフェクターがかなり良いのでどうなんかなと思ってたんですけど、実際にゼルザーを触ってみたらなるほどこれはただのフェイザーじゃないなと。よく見るとマルチディメンションフェイザーと書いてありますけど、これ何かというとフェイザーからフランジャーそしてコーラスと揺れ物エフェクトの次元を超えてシームレスに融合したようなペダルになってます。どういうことなのか早速見ていきましょう。まずゼルザーはざっくり左右で2つのフェイザーが入っているイメージです。4ステージと6ステージ。一般的にステージ数が多いほどエグいフェーザーになりますね。そしてゼルザーをマルチディメンションたらしめているのがこの右側。ミソはこのボイスというつまみです。左でフェイザー、右でコーラス、真ん中でフランジャーっぽい感じですね。それらの間をシームレスに移動することで、フェイザーともコーラスとも何とも言えない不思議なモジュレーションが得られます。で、さらにボイスの幅を広げてくれるのがこのレゾナンススイッチ。揺れのピークを強調することでエグさを足せます。レゾナンスを強くするとフランジャーっぽいうねりが強まったり、セッティングによってはワウみたいな感触もありますね。歪んだアンプと合わせるといかついサウンドが作れそうです。次に4ステージ側を見てみましょう。こっちはよりクラシックなフェーザーをハイレベルにしたという感じのセクションです。特徴的なのはこのスイープスイッチで3つのモードが切り替えできます。エンベロープは分かりやすいですね。オートワウみたいなかかり方をします。クラシックとバーバーはパッと聞き違いが分からないかもしれませんが、うねりが上昇と下降を繰り返すクラシックと一方向に上昇し続けるバーバーという感じです。バーバーは設定によって上昇じゃなく下降し続けるようにもできます。往復だと、いかにもフェイザーですっていう古臭さを感じる場合なんかは一方通行の方が今風になるかもしれませんね。
ここで4ステージフェイザーといえば MXR ということで、ギタリスト的には圧倒的信頼感のある MXR のフェイザーと比べてみましょう。フェイズ90が手元になかったので、中身的にほぼ同じフェイズ95を90モードにして比べてみます。ゼルザーのデプスを上げ目にするとほぼ同じような感じになりますね。わずかに MXR の方が歪みっぽいですが、聞き分けるのは難しいでしょう。こんな感じでゼルザーはクラシックなフェイザーらしさもカバーしつつ、新しいフェイザーサウンドを作れるペダルになってます。ちなみに左右の2つは同時にオンできるので、より複雑なモジュレーションも作れます。こういうロータリー風のサウンドってコーラスだけでやるとちょっと味気ないんですが、フェイザーを重ねるとそれっぽい雰囲気になりますね。他にも左右で同じセッティングにして重ねるのもありです。シンプルにド派手なかかり方になるので、音の埋もれがちなライブハウスとかだとこんぐらい派手な方がいいかもしれません。ここからはゼルザーの応用的な使い方を掘り下げていきましょう。まずゼルザーはステレオで鳴らすとより気持ちのいい揺れが得られます。ステレオだとアンプの前に入れるのは厳しいので、ここではアンプからリアクティブロードを通って出た後ろにゼルザーを接続します。アンプの後ろにステレオでかけるとフェイザーがバキッと綺麗にかかりますね。ヘッドホン、イヤホンで聞くと音が左右でうねうねしてる感じがよくわかると思います。内部のパラメータでステレオの広がり具合を設定できるので、目いっぱい広げてやると空間の広がりを演出できますね。そしてゼルザーにはエクスプレッション MIDI の端子があるので、プリセットして呼び出したりパラメータのコントロールができます。特にゼルザー特有のボイスつまみをエクスプレッションペダルでコントロールすると面白いサウンドが得られますね。次々とモジュレーションの質感が変化して不思議な感じを演出できます。これだけで1個曲が作れそうですね。他にも王道的な使い方としてスピードを動かすのも良いです。オルガンのレズリースピーカーっぽい感じになりますね。そんな感じのゼルザー、これまでのフェイザーの概念にとらわれないサウンドが作れそうです。ということでゼルザー見てまいりました。
ただのフェイザーかと思いきや、ちょっとしたモジュレーションマルチみたいな感じもありましたね。フェイザーからコーラスへのシームレスな変化と、あとレゾナンスのかかり具合によって変幻自在のモジュレーションをかけれるのがゼルザーの面白いところだと思います。ストライモンといえば、ちょっと前に出たナイトスカイなんかも結構クリエイティブなペダルで個人的にもよく使うんですが、やっぱ何かしら尖ったところがないとマルチエフェクターをね超えて使うぞってなりづらいので、こうして新しいサウンドを提案してくれる機材っていうのは嬉しいですね。最近はネオソウル系とかでフェイザーも見直されつつあるので、気になった方はこのゼルザーぜひ試してみてください。ということで今回も終わりたいと思います。ありがとうございました。